はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月前半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。8月前半です。再生、死神の逆、そしてソード8の逆、マジシャン逆、ジャッジメント逆、ソード3逆、ワンドナイト、そしてペンタクルスのクイーンですね。気をつけることや対策はジャスティスの逆とワンド4とオラクルは、はい、ソードの6です。なるほど。8月の前半っていうのは前回から引き続きすごく自分の意識が高くなったりとか、どこか遠くに行きたくなったりとか、自分の、人生の信念とか理念とかっていうものが際立ってきたりとかして、非常に精神性が高く自分の可能性を信じて、どこかに行きたい、伸びていきたい、成長したいみたいに思いやすい時なんですね。そして8月の8月の20日ぐらいまで続くんですけれども、その中でも8月4日っていうのは新月で、この新月の時におそらく何か決意したりとか、やっぱりこれを勉強しようとか、やっぱりこうしようみたいな、自分が進んでいきたい方向性の、その進んでいきたい方向性に必要な何かっていうものを自分の中でキャッチして、じゃあこれを頑張りますとか、これを自分の軸にしてやっていきますみたいなものが出てくるんじゃないかなと思います。これとてもいい流れですよ。意識が高いっていうのかな、全体に上がってる感じがします。でその後8月の後半になってもまた社会運がいいですから、ご自身が生きている環境だったりとか、お仕事頑張ってる人だったら仕事運だったりとか、社交性っていうものをね生かしながら世界が明るくなるなという感じがします。ですので8月前半は比較的上がっていってるっていうのかな、意識が自分を押し上げていってるみたいな感じ、運勢が押し上げていくっていうのもありなんですけれど、意識が高くて、この意識が自分を持ち上げるとか、自分を鼓舞して頑張るっていう風になりそうな気がします。それともう一つ、やっぱり8月で気をつけていただきたいのが、8月の5日から水星というね、コミュニケーションとかビジネスとかやり取りとか交通手段っていうのがちょっと乱れやすくて、これ8月29日まで逆行してますので、少し8月5日から29日までっていうのは交通手段が乱れやすかったりとか、自分が考えていることをもう一度振り返りたくなったりとか、考えが行ったり来たりしやすいとかですね、一般的にはコミュニケーションに誤解が生まれやすいって言われている時なので、誤解のないようにゆっくりと丁寧に的確に伝えるとか、そういうのがとてもいい時なんです。でそれを踏まえた上でカードで見た時に、やはりあと8月の前半から心機一転っていうのかな、いろいろごちゃごちゃした感情だったりとか、納得いかないことがあったとしても、でも今はこれなんだからこれを頑張っていこうっていうような、何かちょっとすっきりしてるっていうんですかね、精神的に吹っ切れていったりとか、改めて考えたり悩んだりしたけど、改めてこうしようって決めたんだみたいな、そういう思いがあるのかなって感じがします。でその決定を下すにあたり、すごいうまくいって、だからこうしますっていうわけではなくて、何か一つちょっと自分の中では諦めだったりとか、諦めっていうほど悲しいものじゃないんですけれど、自分が行きたい方向とは少し違う方向で今は収めていくんだっていうような納得をしたのかなっていう感じがするんですね。本当はもう少し大きなビジョンがあって、でその大きなビジョンっていうのはもう少し時間がかかるから、今すぐ8月にとかではなく、この方向性はこっちなんだけど、それを踏まえた上で今はこれをしとくべきなんだみたいな、そういう自分の感情や状況っていうものを自分で収めた、納得するように収めたっていう経緯があるのかなって感じがします。どうでしょうかどうですか、そんなことがあるんでしょうか。なのでなので違う視点からいくと、本当に自分が行きたい場所とか行きたい方向にダイレクトに向かってるわけじゃないんだけど、でも今はこれがベストなんだっていうふうに言ってる感じなんですよね。でそれに対してちょっとご自身も
ワンドの10の逆ということで、本当に自分の力をそこに目いっぱい注ぎ込む情熱がそれにあるかっていうと、ちょっと違うんだみたいな感じがしますね。でも全然悪いことじゃないんですよ。これは何が起きてたかっていうと、その物事ってじゃあ自分がこれをしたいですってなったら、もうその道にダイレクトに進むことだけが楽しいことは成功ではなくて、それをなんか叶えたいとかこうしたいっていう思いがあったとしたら、そこにこう迷いながらでも遠回りしながらでもこう自分なりに納得してやっていくことこそがジャーニーっていうか、こう人生の旅路っていうか、面白いことを自分を気づきがあったり成長があったりするっていうことなので、何か一つこうその決断をするにあたり、自分でもっとこうしなきゃいけないって思っていた思いっていうものを一つ外せたんじゃないかなっていう感じがあるんですね。こうでなければならないと思っていたものを一つ外せたような気がするので、これは外せたっていうか、何かの思いから解放されたっていうことはすごくいいことなんですよっていうふうに言われてるんです。でそれを外せたからこそ、ようやくコツコツとここから積み上げていくことができるんですっていう流れみたいなんですね。でこの8月の、8月5日から逆行するというね、こう風の動きというか空気感というか運勢の流れはありますけれども、いて座の皆さんはそんなことは気にしませんっていう感じで、自分の進むべき道、自分が立てた目標だったりとか理念だったりとか、これをしていきたいっていうその思いに忠実に進んでいくんだなっていう感じがするので、ちょっとこれまで感じていた迷いだったりとか、こっちでいいのかな、どうしようかなって思っていたことっていう、そういったものから解放されて、本当に自分が行きたい方向に努力していけるみたいな感じがあるんです。この行きたい方向っていうのはまだ先にある遠い大きなビジョンではなくね、今のこの状況の中でできることをやっていくっていうことにちゃんと進んでいけるなっていう感じがあって、ここでワンドロナイトということで足かせを感じることなく、今の自分でできるだけの進み具合でちゃんと進んでいけるよっていうふうに言われています。これとてもいいですね。重たい荷物を抱えているとかじゃなく、自分が走りたかったら走ったらいいし、スキップしたかったらスキップすればいいし、歩きたかったら歩けばいいっていうような、自分次第で進み方をちゃんと選べて、なおかつ、ちゃんと進んでるっていうことを実感できるような流れがあり、そしてそれを自分の英知にしていくっていうのかな、自分の人生にすごく必要な糧となっていく、必要なものとしてちゃんと培っていけるんだなっていうふうに出ています。これもとてもいいです。これはキャリアでも仕事でもいいし、何か自分自身への自信っていうようなものにもつながる感じがします。自分はこれをしっかりとやってきたんだとか、ここまでの道のりの中で多少の迷いはあったけど、ちゃんと自分が選んでそれをやってきたんだっていう一つの誇りとか自信みたいなものとして自分に収められるって感じもあるので、いいですね。結論というか方向性が決まったっていう感じがしますね。何度も言うんですけども、このカードっていうのはその人の内側にある潜在意識から来る可能性みたいな形で、それに対して星の動きっていうのは私たちの意識では変えられない宇宙の流れなので、それをどうやって組み合わせて現実を作りますかっていった時に、宇宙の流れとしては、いて座の皆さんが本当に自分の可能性を信じて好きな世界で生きていけるために、もしくは好きな世界を現実化できるために今応援してるっていう時なんですね。なのでこの応援がある中で、自分がモヤモヤしてたことや迷っていたことや自分のコンプレックスや足かせになっていることっていうものを何か一つね外したんだなっていう感じがあり、それによってようやくここからコツコツと時間をかけて自分自身を作っていける、自分の人生を作っていけるっていう土台ができ、そこにようやく向かっていけるんだと。なのでこれは非常に目先が明るいようなエネルギーとして感じるだろうなと思います。ただ、8月5日から水星が逆行するんですけど、たまたまねいて座の皆さんはこの水星っていうのがちょうどお仕事っていうところに入っているので、これからのキャリアに対して、仕事に対して
どういう手を打っていこうかなっていうことをおそらく考えるんじゃないかなと思います。でそのことに関してはちょっと8月はね29日まで少し考えが行ったり来たりするかもしれませんが、状況はちゃんと流れていますっていうふうに言われています。オラクルもこのソードの6っていうのは、自分では大変だと思っていたとしても後ろからちゃんと押されてるよっていうね、ちゃんと流れていくよっていうことで、困難な状況から穏やかな状況にきちんと流れていきますっていうカードが出ているので、この辺もね非常に軽快に流れていくっていうカードも出ているので、いい方向に進んでいくんだなって、運勢も押されてる、自分でもそれを自覚する、そして自分でも行動を出せるっていうような感じがします。で、人間関係いいですね、この時期。ちょっと私から逆ですけど全然問題なくて、これまでに比べて人間関係がいいっていう感じです。全然友達いなかったっていう方もちょっと友達できたとかいうこともあるかもしれないし、もともと友達たくさんいたり知り合いが多くて困ってるっていう方も、その困るっていう状態ではなく穏やかに人と関わっていけるとか、いい関係をちゃんと築いていけてるっていう感じが出ているので、人間関係穏やかです。おそらくですけど、仕事に関しての優先順位、何を優先するか、勉強を優先するのか、今目の前の仕事の役割を優先するかみたいなことで少し迷うのかなっていう感じが出てますね。ちょっとこれを踏まえた上で人間関係のことを見てみようかなと思います。はい。人間関係はね、何回も言ってますけど、今年の後半は非常にいい時ですから、このいい大きなベースがあれば別に毎月をちょこちょこ動いたって全然問題ないわけです。でましてや人と関われるんですけど、人と関わってどうこうっていう以前に、やっぱりいて座の皆さんが自分自身にどれだけ価値を置いているのかっていうのがすごく大事で、その意識自体がちょうどこの8月って前半に限らずなんですけど、8月の後半もまたね9月前半もすごくこう自分の人生、自分が今生きてる状況っていうものを踏まえて自分に自信がついていくみたいな、意識高くなっていくっていう流れがあるので、だからこそこの自分で誰かとうまくやっていく、この自分で誰かとつながっていくみたいになるんだろうなって思います。で人間関係に関してね、そう言いながら出てるカードがソードの9とペンタクルスのエースとカップの10ということなので、非常に恵まれた関係があるんだけど、自分の中ではなんかささやかな気をつけることっていうのかな、ちょっと自分では気にしてしまってることがあるんだなって感じです。例えば誰かに対してこういう言い方をしてしまったから嫌われたんじゃないかとか、ああいうことを言ってしまったとか、もしくはこの人とうまくいくためにはこういう自分でならなければいけないみたいな、そういう思いっていうものが頭の中でぐるぐるしやすいですけれども、実際は非常に恵まれてるんですね、人間関係。なのでもっと長い目で考えてくださいっていうメッセージだと思いました。自分ではあれこれ考えちゃいそうなんですよ。あんなこと言ってよかったかなとか、いやこれはこうした方がいいかなとか、こうしたらどういうふうに思われるかなみたいなことをすごく考えそうですけども、それはものすごく表面的なことだと思っておいてください。もっと大きな運として長い目で見た時に非常に必要な関係性が、生まれているし、生まれてきているし、これからも生まれていくし、それは伊手座の皆さんにとっては恩恵でしかないんですよみたいなね、恩恵でしかないって言われているのに、自分は小さなことを考えているって感じなので、そのモヤモヤした考えは全然なくても大丈夫ですよっていう感じ。もっともっと大きなものに委ねて大丈夫、もっとそれを信じて大丈夫って感じかな。例えばある人との関係性においても、なんかこんなこと言ったから嫌われるかなっていうのは本当に表面的なことであって、その人と出会えたっていうこと自体がすごいことじゃないかとか、この人とそういう関係になれたとか、何か仲良くできてるとか、こういう契約結べましたとか、その長い人生の中でそういう自分が何か関わりたいと思う人と関われてるということ自体が素晴らしいことで、ちょっとした誤解とかそういうものがその関係性そのものにひびを入れるような、そんな安易なものではないみたいな感じがあるんですよね、このペンタクスのエースとかっていうのはね。なので自分の人生とか自分自身っていうものにどしっと自分がちゃんとそこにいた上で関係性を見た時に何も困っていないっていうね、現実を思い出すかもしれませんね。考え始めるとぐるぐるしちゃいそうだから、この8月はそれだけちょっと気をつけるっていうふうにしてください。そして、お仕事のことを見てみますね。
仕事なんかね頑張りたいなって感じがしますよ。お月さんとワンドの6と、カップの3ということで、何か仕事に対してもその方向性を決めたりとか、もうちょっと稼ぎたいんだとか、もうちょっとお金貯めたいなとか、あともうちょっとやりがいのある仕事をしたいなっていう風な、どれを取ったとしてもプラスの、ポジティブな方に進んでいくような意識があり、でそれを自分で決意することがまた自分自身をさらにすっきりさせるし、余計なものを省いていくし、この大事なものをちゃんと守りながら自分がそう決めればそれに必要な情報が入ってくるっていう感じですね。ただちょっと仕事での人間関係が結構いいので、仕事絡みの関係性でいろんな付き合いに呼ばれたりとか出ていく機会があるのかなとは思いますが、今カードで言われているのは、自分がどんな仕事をしてるかっていう、仕事の内容っていうのは今はそんなに、重要ではなく、目先のねこれをやってますとかこのプロジェクトしますっていうのは実は重要ではなく、自分がどのように仕事に携わっていくというか、どのようなスタンスで仕事に携わっていくかとか、自分にとっての仕事ってこうであってほしいとか、そういう大きな枠が決まる時なので、その何をしてるとかっていう細かいことっていうのはあんまり関係ないんだよっていうふうに言われてます。例えばもう少し私は人と関わる仕事がしたいとか、もう少し体を動かしたいとか、もっと仕事を通しながら自分自身を高めていきたいんだとかっていう、そういう大きなスタンスですね。それが整ってくるんだなって感じがします。なのでその細かいことを見るともうちょっとこうしたいとかああしたいとかいう気持ちが出てくる感じはありますけれども、でも仕事としては自分がこうしていきたいっていう思いを持てば、それに対しての応援だったりとか、それに対しての何かいい情報っていうのは入ってくるよっていうふうに言われてます。今非常にいて座の皆さんは開かれてる時ですからね、社会運が。なのでそう思えば本当に引き寄せしやすいっていうか、必要な情報が入ってきたり、こうすればきっとうまくいくんだ、今はこうだけどこうなったらこうすればいいんだみたいな、そういう情報が入ってきて、落ち着くんだなって感じがしました。いいじゃないですか。ということでちょっとここまでですね。最後にもう一枚メッセージカードを引かせてください。今回新しいカードにしました。どんなメッセージなのかな、言ってたの皆さん。オラクルがね進んでいくよっていう形なので、ちゃんと応援されながらサポートを受けながらいい方向に進んでいくんだなと思います。じゃん。プロテクションという感じでこのカードが出ましたけれど、これを見て皆さんも何かしら感じることがあれば、ご自身のね直感を信じてメッセージを受け取ってみてください。非常に守られてる感じがしますね。これはお月さんの周りに大きなリングが描かれている絵ですけども、やっぱりいて座の皆さん守られてるんだなって思います。このカードを見てここでもお月さんのカードっていう風に出ていて、これはそのモヤモヤが晴れるよとか、自分が想像したことや感じていることや持ってる意識、潜在意識からまた現実が作られていくんだよって感じなんですけども、もしご自身が今ここで例えば8月の4日の新月に決めたこととか願うことに対して大丈夫かなっていう気持ちがあったとしても、ちゃんと守られてるよっていうようなメッセージのように私は感じました。ということでここまでにしておきたいと思います。また次回は8月中旬に後半のものをしたいと思います。ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。